皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナが独立記念日を迎えました。これに伴って、アメリカやイギリス、ドイツが軍事支援を発表しています。これによってロシアの勝利はより程遠いものとなったわけですが、今回はその軍事支援の内容について解説を行っていこうと思います。それでは早速支援の内容を見ていきましょう。アメリカ・ウクライナ軍事支援、数年単位で長期戦睨む。アメリカ政府はロシアが侵攻を続けるウクライナに日本円で約4100億円相当の軍事支援を新たに実施すると発表した。国防総省高官は記者会見で、配備までに数年かかる武器も含まれており、長期戦を見据えてウクライナの防衛力を支えていくと強調した。バイデン大統領は声明で、今回の軍事支援により、ウクライナが長期的に自衛を継続できるようになると強調した。ウクライナが旧ソ連から独立した同日の記念日に祝意を示し、数十年にわたり民主的で独立し、繁栄した主権国家としてウクライナを祝福し続けることを期待していると訴えた。一度の支援額としては過去最大で、2021年1月のバイデン政権発足後にアメリカが決めた軍事支援の総額は135億ドル超に達する。新たな支援策には、中距離の地対空ミサイルシステム、ナサムスや攻撃に使える無人機、対砲兵レーダーなどを追加で供与する。下方の弾薬も大幅に拡充する。コリン・カール国防次官は24日に決めた軍事支援に関し、ウクライナに届くまでに1から3年かかる兵器もあると明言。中長期的に必要なものを提供するのが目的で、今日明日の戦いには関係ない。1から2年後にウクライナが自国を守り、さらなる侵略を抑止する能力に関わると述べた。こちらが今回アメリカが発表したウクライナへの軍事支援の主なものです。まずはナサムス対空システム6セット、155ミリ榴弾砲用の砲弾24万5000発。この24万5000発のうちのいくらかごくわずかではありますが、GPS 誘導砲弾エクスカリバーも含むそうです。120ミリ迫撃砲用砲弾6万5000発、対砲兵レーダー24機、プーマ無人偵察機、ヴァンパイア対ドローンシステム、レーザー誘導ロケットシステムという一覧になっています。この中でウクライナに供与するのに時間がかかるとしているものは、ナサムス地対空ミサイルシステムです。この地対空ミサイルのシステムは攻撃としては戦闘機やヘリを攻撃できるわけですが、主に防衛用で巡航ミサイル、弾道ミサイル撃ち落とすことがウクライナに供与する理由となっています。というのもロシア軍によるミサイル攻撃がウクライナの一般市民を狙っていることが非常に多いことから、防空システムを強化することが非常に重要になるのです。連日ロシア軍による一般市民への攻撃は続いているのですが、ウクライナ独立記念日においても駅が狙われ、その時に客車にミサイルが直撃し、22名が死亡、そして50名以上が負傷するという痛ましい出来事が起こっています。防空システムが整えば、戦場だけではなく、それ以外の民間人への攻撃もある程度防げるはずです。次にイギリスの軍事支援について見ていきましょう。イギリス首相がウクライナ訪問、6350万ドルの追加軍事支援約束、無人機など。ジョンソン首相はウクライナの首都キーウでゼレンスキー大統領と会談し、追加軍事支援を約束した。来月退任するジョンソン氏にとっては、イギリス首相として最後のウクライナ訪問となる。イギリス首相府によると、追加支援は日本円で87億円規模で、無人機2000機や徘徊型ドローン弾薬などが含まれる。ジョンソン首相は会談後の共同記者会見で、ロシアの侵攻に対するウクライナの不屈の抵抗を称賛し、プーチン大統領が成功すれば、ロシア周辺の国々は安全ではなくなるとし、ウクライナでの戦争を背景にエネルギーや食料の価格上昇が一部の消費者に打撃を与えるものの、ヨーロッパはウクライナへの軍事・経済支援を継続すべきと呼びかけた。ゼレンスキー大統領も、ウクライナと西側諸国が、ロシアが戦争で勢いに乗ることを回避することが重要と訴えた上で、イギリスのウクライナへの全面的な支援について、ジョンソン首相に謝意を表明した。アメリカに比べると軍事支援の規模は大きいわけではありません。しかし、一つ注目されているのが、イギリスが提供した小型のドローンというのが、これまでの軍事支援とは少し毛色が違ったものとなっています。
写真を掲載しましたが、超小型ドローンブラックホーネット850機、ご覧のように手よりも小さい大きさです。この大きさなのは戦場を広く偵察したり、もしくは爆弾を敵軍に落とすためのものではありません。この小ささというのはあくまでも歩兵の視覚拡張に使われます。建物の向こうがどうなっているのか、茂みの先がどうなのか、物陰に敵兵はいないかどうかといった具合にして、自分の周囲において危険がないかどうか、そして守る時には守る時で、より安全な場所から敵を見張ったりするなど、非常に細かく利用することが想定されています。このブラックホーネットはすでにアフガニスタンにおいて戦場で投入されており、イギリス陸軍ではこの有用性についてすでに証明されているそうです。このマイクロドローンをイギリスが提供することを決めているわけですが、同時にイギリスにおいては現在、ウクライナ軍の兵士に対する訓練というものが実施されています。その訓練風景の動画が公開されているのですが、この中においても訓練の内容というものは、基礎的な兵士としての能力だけではなく、市街戦における戦い方についての訓練がみっちりと行われているようです。このあたりも、ブラックホーネットと組み合わせることによって、ロシア軍が攻めてきた時に、どれだけ守りを固めるかに貢献すると考えられていますし、また領土を奪還する時においても最終的にはどこかの町で戦うわけですから、市街戦に強い部隊を育成するというのもイギリスの方針なのでしょう。最後にドイツの軍事支援についても触れておきます。ドイツ680億円武器供与へ必要とする限り支援。ドイツのショルツ首相はウクライナへの追加軍事支援として最新鋭の防空システムやミサイルランチャーなどを供与すると明らかにした。軍事支援の規模は680億円以上の規模になるという。ドイツの提供する防空システムはアメリカの提供するナサムスとはまた別の防空システムです。ショルツ首相は2014年にロシアに併合されたウクライナ南部クリミア半島の返還を目指す国際枠組みクリミアプラットフォームの首脳会合で発表した。ウクライナが支援を必要とする限りドイツはそばにいると述べた。政府報道官によると3つの防空システムや20のミサイルランチャーなどで主に2023年に引き渡される。アメリカの軍事支援が今回はある程度先を見越したものも含まれているよといった話をしましたが、ドイツにおいても今回軍事支援を発表したものは今年中には届かないものも含まれている、そういった話をしています。そうした意味ではウクライナにしてみれば先々のものと同時に今すぐ渡せるものも発表してくれればなときっと思っているはずです。ドイツはこうした軍事供与はしているんですが、どうもウクライナ側が今欲しいと思っているものから少し外れたものを渡す、そうしたことが少し続いているように私には見えます。例えば以前ご紹介した架橋戦車ビーバーなどは、ウクライナにしてみれば戦車や装甲車の方がよっぽどいいのになと思っているところに渡すものですから、確かに軍事支援ではあるものの、どこかかゆいところに手が届かない軍事支援だと言えます。今回の軍事支援の中では、防空システムは今年中には間に合わないといった話をしているので、一番最初にウクライナに届くのは軍事用の大型トレーラーになるだろうと言われています。これは戦車のような大型兵器を長距離輸送する際には欠かせないものです。確かにこれもあったらあったで使うものですから、決して受け取って困ることはないものなのですが、やはりどうもドイツの提供するものというのはどこか外しているように感じるものです。ちなみにウクライナに供与されたドイツの対空戦車ゲパルトはすでに戦場に投入されています。ドイツがこれまでに供与した大型兵器としては、自走砲のパンツァーハウベッツ2000や、今回動画をご紹介している対空戦車ゲパルトなどがあります。ウクライナにしてみれば、すでに供与されているこれらの兵器の数を増やしてくれるだけでもきっと喜ぶはずです。そうした回りくどい支援の形をとっているドイツというのは、このようなニュースにも現れています。ドイツとスロバキア、ウクライナを武装させるための戦車交換協定に調印。ベルリンの国防省は、スロバキアがウクライナを支援するためにソビエト時代の戦闘車両を送る代わりに、ドイツはスロバキアに旧式のレオパルト2戦車を提供することを発表した。この取引はロシアのウクライナ攻撃を受けて、ドイツ国防省が春から東欧諸国と進めてきたリングスワップと呼ぶいくつかの取引の一つである。ドイツは8月23日、レオパルト 2A4 型の戦車15台を納入することを承認する協定に調印した。この記事を少し解説すると、ドイツが直接ウクライナに軍事支援するのではなく、
東欧諸国の兵器をウクライナに供与し、その空いた穴をドイツ製の兵器に入れ替えて、将来の顧客を囲い込みをするという戦略です。スロバキアの国防大臣は、戦車より一つ下の重量級とされる歩兵戦闘車30台をウクライナに寄贈すると述べた。ドイツ政府関係者によると、レオパルト2の取引は、ウクライナへの寄贈によって減少したスロバキアの防衛能力の減少を埋めるためのものだという。ドイツは以前スロバキアが S300 対空ミサイルをウクライナに割り当てた後、オランダとアメリカの支援を受け、パトリオット防空システムを補強したことがある。スロバキアはできるだけ早くウクライナに歩兵戦闘車を提供すると、ドイツの国防大臣は述べ、ウクライナの兵士がこれらの車両の操作に慣れていることに言及した。ドイツの国防大臣は、ウクライナの生存のための戦いを支援するために、ベルリンによる直接の装備提供の他に、リングスワップ機構を賢明な方法として説明した。ウクライナの独立記念日に合わせて、アメリカ、イギリス、ドイツのこの3カ国の軍事支援の内容を皆さんにお伝えしました。これらの特徴というものは、今すぐ戦況を大きく変化させるものというよりも、まずは現状をしっかりと固めてウクライナ軍の底力を上げていこうというかなり堅実なものとなっています。最初の方でアメリカによる軍事支援は長期戦に備えて今すぐ届くものよりもこれから納入することを前提とした支援リストを発表しています。現在の戦況を見ればわかるのですが、1ヶ月2ヶ月でロシア軍がウクライナ全土を侵略し終わるといったことはありえない状況ですから、まずは前線を固めるための砲弾や迫撃砲弾を提供し、その上でウクライナにとっては悩みの種であるロシア軍のミサイル攻撃に対応するシステムを供与することを発表したというわけです。そしてイギリスはウクライナ軍の都市戦における攻防をサポートするための武器支援を発表しています。ドローンを使うことによって敵陣地を観察し、砲撃がより正確に行えるようになったというのは、この戦いにおいては一つ大きなドローンの貢献なわけですが、都市戦闘においても歩兵がいかに効率的に戦えるか、そこの点においてもマイクロドローンというのは非常に効果を発揮するだろうと言われています。少なくともイギリス陸軍においてはアフガニスタンの戦闘において、すでに使い方についての洗練は進んでいるそうです。そういった意味では、ウクライナ軍の兵士をイギリスに呼んで、彼らに訓練を施しているということは、今回の軍事支援と相まって、都市の防御、そして都市を取り戻す時の戦いにおいても、これらの兵士が非常に力を発揮してくれることでしょう。そして、最後にご紹介したドイツの支援というのは、いつもどこか何かしら突っ込みを入れないとちょっと気が済まないような内容ではあるものの、しかし確実に軍事支援を行っているという意味では、していない国よりも確実にウクライナの力にはなっています。というのも、今回取り上げていない一つヨーロッパの大国があります。それはフランスです。フランスは7月8月、この2ヶ月において、ウクライナに対する軍事支援を一切発表していません。単純に発表していないだけで、実は地味に行っているのかもしれませんが、フランスの場合だと、かなり初期から自走砲カイサルを提供していることを発表していますから、ロシアの目を恐れて軍事支援の内容を発表しないなどということを今更行うとは思えません。ですから、ヨーロッパの大国としてドイツが批判されながらも、なんとか軍事支援を発表しているのに対して、フランスが軍事支援をここ2ヶ月全く行っていないというのは非常に気がかりなことです。このようなことが起こっている原因としては、エネルギー価格の上昇や穀物価格の上昇、さらにはヨーロッパを襲っている熱波などの影響もあって、国内政治に今のマクロン大統領は関心が集中しており、ウクライナ情勢に構っている暇はないのではないか、そういった声も上がっています。ただし、この条件というのは別にイギリスやドイツにおいても全く同じことですから、マクロン大統領がそのような理由をもとにして、ウクライナへの支援を怠っているというのであれば、ロシアによる侵略のこの重要性というものを少し甘く見ていると言えるでしょう。ロシアによるウクライナ侵略、その本格的な開始から半年が経ちました。この間、世界各国、特にヨーロッパの国々がウクライナに軍事支援を行ってきたわけですが、これら全てをまとめたとしても、アメリカ一国によるウクライナ支援と、ほぼほぼ同等程度しかありません。つまり、どれだけアメリカの軍事支援が大きいかということです。そして、そのアメリカ自身は別にウクライナの同盟国でも何でもありません。ですから、国際情勢がどのように動いているのかを見る
その中においてどこの国と友好関係を深めておくことが日本にとって有益かというのを知るチャンスが私たちにはあるわけです。人によっては日本とアメリカの軍事同盟というものを非常に敵視している人もいるわけですが、じゃあ他の国、どこの国と交友を深めていけばアメリカと手を切って日本が安泰でいられるのでしょうか。現実問題としてアメリカが最も頼りになる国だというのは明らかだと言えるでしょう。またヨーロッパの国でどこと仲良くした方が日本にとっても有益かという点、この点について言ってもイギリス、ドイツ、フランス、この3つの大国の中から選ぶとしたら、私はイギリスが同盟相手としてはふさわしいと思います。もちろん日本が相手国に対してどれだけの軍事的な利益を与えられるかといった問題はあるわけですが、協力関係を深めるということ、それ自体に別に悪いことはないでしょう。現在でもイギリスと日本の間においては、戦闘機の共同開発の話なども進んでいます。国際情勢を見るというのはそのようにして、日本とどのような関わりがあるか、そして日本がどうすべきかといったことを考えるときのヒントになる出来事というのもたくさんあります。ですから、ぜひとも国際情勢についても関心を向けてください。そして、わからないことがあったら、ぜひとも自分自身で調べるという癖をぜひともつけてください。私の話を聞いた後で、これは一体どうなっているんだろう、もしこうなった場合にはどうなるんだろう、この国はどういうふうに考えているんだろうといった具合にして、様々な疑問がそれぞれの人で浮かんでくると思います。それらについて私に聞くというよりもどちらかというと、自分の頭で考え、自分の行動としてその答えを導き出すための調べ物をするというのを私はぜひともお勧めします。結局のところ自分の疑問に答えられるのは自分だという考えを持った方が良いでしょう。誰かに聞けば答えてくれるという考え方は、ある一定のレベルにおいてはそれは成立するのですが、問題が複雑になればなるほど、最終的には自分で考えるしかないわけです。そして自分で考えるためのその材料というのも、やはり自分で調べるというのが最終的には必要になるわけです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと投げ銭機能のあるところではぜひともご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。